今は実際にこれが CO2 を吸収させた培地なんですけど、それで審査ですね。こういうことは大学に入ってからやればいいんだっていう考えが強くて、それを完全にひっくり返したのが審査ですね。久しぶりに日本の学校を取材したので懐かしいです皆さんこんにちは、モアエデュケーションのまきです。今日は広尾学園に来ています。これから校舎の中を案内していただきます。もうなんとか生き残ろうっていうことで、共学にして広尾学園に名前変えて、で進学校になりますって宣言して、まあ生き残れたっていう。私が説明会来た時、中学受験の時が2008年頃だったので、ちょうど変わった時ですね。本当直後。そのタイミングでインターナショナルコースと維新サイエンス。いや、維新サイエンスはもうちょっと後なんです。で、2007年でいわゆるインターも始めたのは2007年、スタートして、だけどこの年は4人しか入学者いなかった。全く当てが外れたっていうかだけど他のコースが結構集まり始めたから、なんとかなったっていう。でもその後はもう評判でというかですね。だから2011年前後に維新サイエンスもスタートして、それから SGAG っていう中学のインターの制度もそこから始まってるんですね。2011年あたりが改革の第2段階っていうか、ちょうど本当にそこで爆発的に伸びて、そこからはもう順調で、広尾駅にすごく近いところになんかこんなに立派なビルが建ってて、外からしか見たことなかったんですけど、今の校舎を。でも中見てみてやっぱり、教室があって、でその中でもやっぱり一番印象的だったのがそのサイエンスのラボのところ、グループワークをこの中学とかの年齢から始められるっていうのは、やっぱりすごく、大学での学びもそうですし、その後の、会社に入って社会人になってからもやっぱりそういうディスカッションとかをたくさんしていくと思うので、すごいそこは実践的なスキルが身につきそうと思いました。確かに維新サイエンスコースっていうのはやっぱり今までにないサイエンス教育をっていう発想からスタートしているんで、中学生はこのぐらいやっておけばいい、高校生はこのぐらいやっておけばいいっていう枠組みを一旦外してみようと。で蓋を外したらもう生徒たちがすごく集中して取り組み始めて、レベルがどんどん上がってくるっていう、そういう経験を僕らはその維新サイエンスのコースを始めてから経験してきたっていう。考え方は他のコースについても同じ考え方で、中学生には無理だとか高校生には無理だっていう僕らの常識を一旦取り払って、どんどん挑戦させようと。学校の教員だけじゃなくて、外部の研究機関であったり大学であったり企業であったり、そういったところから専門の人たちに関わってもらって、それで生徒たちをどんどん伸ばしていこうっていう、そういう発想で今進んでますね。それでやっぱりいろんなプロジェクトも、カイロスのお話もそうですけど、生まれて。めちゃくちゃ英語で授業してます。これ生徒たちが実際に行った大学、合格をもらってる大学ですか。あと奨学金もたくさん獲得されてて、アメリカがやっぱり一番多いですよね。そこアメリカ、カナダとか。ここは中学1年生。インターナショナルコースの中1ですね。SG と AG って一緒のクラスなんですか、に混ざってるっていう。混ざってます。
でこれから始まるここは IT の授業なんですけども、これはもう中1入学した時から SG と AG 一緒になって最初から英語の授業で授業は進めていきます。普通に英語で喋ってる生徒同士。ホームルームとかも英語でするんですか？ホームルームは英語です。で中学の SG と AG はだいたい隣り合わせで座らせる SG の子と AG の子、それで分からない時は助け合うっていうか。このクラスの生徒さんはもう全科目を基本的には同じ教室で受けられるっていう。やっぱり AG、SG があるんで、主要教科はもう完全に分かれてやっています。ただホームルームとかロングホームルームもそうだし、道徳とか、あと美術の授業とか、最初からもう英語の、外国人の先生の授業っていうのもかなりあります。あとこれ朝の学習でやっているこれは AG 向けですね。でも AG も SG も国語の授業っていうのはありますか？あります。あります。でこれは AG 向けなんで、日本語が今一つとか、そういうことがないように、これだったら天聖人語の要約をさせるっていうのを朝の学習の時間に組み込んで、でちょうどそれと同じ時間帯は SG の子たちは英会話の時間っていうのをしてます。なるほど。実験室使うのって結構もう毎授業ぐらいで使うんですか？結構頻繁に使うんですか？どの学年も週1時間は必ず実験授業があるっていう。なるほど。だからコース関係なくラボはみんな使います。このフロアは維新サイエンスコースの生徒たちが使う、サイエンスラボとかがあるフロアです。ここは今中学生の生徒さんが研究を行っているところですね。これは維新サイエンスコースの授業ですね。でそれぞれ研究分野に応じてグループに分かれて、その研究活動をやるっていう時間です。各学年維新サイエンスコースは1クラスずつなんです。なるほど。高校になると2クラスになるんだけど、中学の段階では1クラスなんで、その1クラスがそれぞれ分かれて研究をしているっていう。そうか、グループチーム分かれて違う研究されてる。さっき壁に貼ってあったみたいに、その先行研究がまだないものを研究されてる。そうです。今って何の研究されてるんですか？今はバイオデンジャーチームなんですけど、微細藻類がなんかバイオデンジャーになるみたいな感じで、その微細藻類を育てる培地についての研究で、その微細藻類を育てる培地で CO2 を吸収するというか CO2 を利用した培地が作れれば、なんかその CO2 の利用につながるからそういう研究をしていて、で今は実際にこれが CO2 を吸収させた培地なんですけど、それの CO2 の吸収がちゃんとできてるかっていうのを中和滴定で確認してる。そうなんですね。このテーマにしようって思ったのってなんかどういうきっかけがあったんですか？チームメイトが持ってた本があって、なんかそれでなんかこういう微細藻類使ってこういうことしてるよみたいな、そういうのを紹介してる本があって、なんかこういうのやってみたいね。すごい。
これってどれくらいの期間でやるんですか？一応中1から中3で、今私たち中3なんでもうほぼ終わりに潜入してる。そうなんですね。なんか面白い結果が出るといいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ここも同じようにグループに分かれて研究されてる。まあ、成果報告会であれば3月仲間にあるので、それ用のスライドとかポスターとかの作成とか、今やってるところで、実験をまとめてることとポスター作成してる子たちみたいな分かれている。あそこで発表されるんですか？そうですね、そこで中学さんの全部は口頭で発表したり、ポスターを発表したり。なるほど。この部屋は生物系でしたっけ？そうですね。生物で飛行すると分子生物学とかを研究しているチームなので、この子たちは細胞の培養したりとか、DNA のプラスミドに抽出したり、DNA とかいろいろいじくったりとかしている。今何やられてるんですか？白髪を直す研究をやってて、もうすぐ、成果報告会があるので、それに向けて今までやってきたことをまとめて、なんか今白髪って、白くなったのを塗って直すのしかない。だから生えたらもうそれが黒いになってるのが一番そうですね。だから、細胞に色ができたらいいなってやってて、細胞に入れて実験したんですけど、そしたらこんな風にこう色がついたよみたいな。本当ですね。白って何やってそうなんだ。これ今までそういうなんか色素を入れられた実験っていうか研究とかまだないんですか？なんか今は先に、今まで誰かがやった研究の論文を頑張って英語とかになってるのをみんなで読んで、それをなぞってる水子。だから色がこうやったら細胞の中に反応が誘導されて髪の毛とかが黒くなるよっていう論文を見て、そういう反応を誘導する薬みたいなのを、人工的に飼ってる細胞に与えた時に細胞が黒くなるかな、どのくらい黒くなるかなっていうのを測定する。なるほど。すごいです。頑張ってください。ありがとうございます。この実験機器類は、維新サイエンスの生徒たちがある程度のトレーニングを受けて、で使えるっていう。なるほど。ラボ全体はどのコースの生徒も使えるけど、こういった高度な実験機器は維新サイエンスの生徒たちが使える。これでも大学にありました。なんかその DNA とかそのサンプルを保存するなんか冷凍庫みたいなですよね。すごいですね。これも全部なんか大学で使ってたような設備が今ここにあるので、このレベルの研究をしようとするとやっぱりああいう実験設備がないとできないっていう、そうですよね。それでどんどん新しい機器が入ってきたっていう感じですね。論文も結局英語の方が、たくさん出てるので、それを読むためにもやっぱり英語が必要になってきたりしますよね。この分野の論文をどんどん読んでいって、でここから先は誰も研究してないと、論文に発表してないと、それを確かめた上でないとテーマは選んじゃダメっていう。なるほど。結構本当大学レベルのことをやってると思います。こちら数学です。数論。すごい。環境科学。シニアハイスクール。
高校生のですかね。高校生が作った。でもこんなこと普通ないよね。やらなかったです。大学入ってからでしたね。今までの日本の学校って、こういうことは大学に入ってからやればいいんだっていう考えが強くて、それを完全にひっくり返したのが、この一心サイエンスの研究。ただこういった活動自体は放課後とか、あとは昼休みとか、そういうところをメインに使ってやって、さっき授業でやってましたけど、あれは週1回ぐらいしかないんで、それ以外はもう全部それぞれの空いてる時間にやるっていう。で一心サイエンスの考え方としては、まだ誰もたどり着いてないところに自分たちが何とか到達しようと、それが根本にある感じです。多分みんな今あれでしょうね、発表会の準備で。この部屋はどういう部屋だっけ？検証推進です。世の中の現象に対してなんか数理モデルを立てて、でなんか例えば緑の窓口の渋滞とかが起きてるときに、それをこう数理モデルを用いてどういう渋滞が起きてるかみたいなのを見て、で何が原因かっていうのを数値を下げてみたらその待ち時間がどう減るかみたいなのを見ていく。コンピューターベースで、向こうはグラフ理論とかを用いて、なんか京都観光のどうやって観光するのが一番いいかみたいなのを研究してるチーム。こっちが数論チームです。本当に重積です。さっきとはまた違ってちょっと数学ベースみたいな。そうですね。こっちは数学のベースになってます。いやでもなかなか中学生でなんかこうやってグループでディスカッションするっていうところあんまないと思います。生徒がこのテーマやりたいから何でも OK ってしちゃうとレベルが本当に下がっちゃうんで、そうですね、やっぱり先生たちが伴走して、一緒にこう研究を共にやってくれるという、そういう分野を作ってるっていうことですよね。こういうのあったらよかったなって思いますだこの子たちは、これがしたくて入ってくる。入試は一心サイエンスだけの入試ってありますから、もう研究をやりたいから入ってくる。海外大とか特にこういうなんかプロジェクトやったとかそういうの結構大事になりますよね。でやっぱりこの研究があるせいか、最近インターの生徒の中でも、こういうレベルの研究を外部の大学の先生と一緒になってやっているっていう生徒がだいぶ出てきましたね。特に一心サイエンスとインターは、いい組み合わせというか、お互い刺激し合ってより高いレベルへっていう感じになってますね。いいですね。ちなみに前回理事長先生たちとお話した時にカイロスのあれあったじゃないですか。あれもこの中のプロジェクトですか？いや、あれは全く別。また別の。すごかったですね。そのタイミングでちょうど。でも行かれたんですよね。僕はあの日ちょうど見に行ってましたね。あれはもともとインターナショナルのもう卒業しちゃった子が、そういう宇宙関係の会社にインターンシップ行って、そのあたりから出てきたつながりです。完全にもう専門の人たちと連携して、あと工場を持ってる会社とか、そこと連携して、だから作業はほとんどそういう工場でやるっていう、宇宙系のための工場っていう。ここでは無理ですね。そうですよね。そういう分野がないし。武道場かっこいい。
これ体育の授業の一環ですか？これ剣道のこれは女子だけが集まります。はい、では次最後これ。こちらがサブアリーナになっていて、さっきよりは少し小さい体育館です。あと、さっきのアリーナとこのサブアリーナで大学フェアも開催されていて、毎年いろんな学校で開催されるんですけど、去年は広学園のこの2つの体育館で行われて、何大学ぐらい？全部140大学。140大学ぐらい来て、広学園の生徒と、あと他のインターとかの生徒がもうみんなで集まって、その大学について知るみたいなフェアが開催されたりしています。